はいどうも皆さんこんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。ということでね、今回はアイランドからなんとヒスンくんをね、見ていきたいと思いますけれども、今回のフェイクラブがやばかったということで、ここまでパーフェクトに踊れちゃうのっていうぐらい、本当にね、度肝抜かれましてね、むちゃくちゃすごいです。めちゃくちゃすごい。びっくりしちゃう。もう、なんで多分、ちょっとこの前もライブ配信で言ったんですけど、同じ踊り方を、あとね、100回できると思うんですよ。何回やっても同じクオリティが出せる人の踊り方だなっていう風に思ってて、突き詰め方が、えげつないんでございますね。見ていきましょう。美しいところから入りますけどもね。まず4秒ですね。掴みましたということで、一番最初のやっぱ入りって大切じゃないですか。そこでですね、いかにこう見てる方の心を掴めるかっていうところですね。こちら見てみましょう。掴みましたね。これはもう掴みましたでございます。しょっぱな顔を上げる時なんですけども、これただにね、こうスッと上げるだけではちょっと、っていう風にアクセントを入れて顔を上げていくっていう、この座った状態ですよ。っていう風に入れてくんですよね。で、この儚い感じ、上からライトが当たって目の下がちょっとね、影ができてるというところでございますけれども、本当に、もうこの入りからもう、ってなるじゃないですか。のうってなるじゃないですか。で、この後ですよ。8秒めっちゃむずいのよということで、ここからのね、ダンスはちょっと、やばいです。このね、頭を触るこの手の動き、最高。ここの手を動かすところは無音のところで動かしてるので、これね、カウントじゃないんですよ。完全に音を覚えて、ピアノの音で多分取ってるんですよね。ここなんですね。ちなみに次はですね、9秒手と足ということで、ここのポイントがですね、手と足の速度が同じ。ここの右手に対して右足と左足の動くスピードが全部一緒なんですよ。この上に行くベクトル、左に行くベクトル、右に行くベクトル、全部を同じ速度で持ってったかと思いきや、この手の形ですよね。で、ピアノの音をくるくるっていう風に取っていくこの旋律。で、からのここで、くるくるとターンします。立ち上がった時にここまで美しい状態でブレずに立ち上がれるっていうところ、体の強さっていうところもね、見えてくるんですね。もう、すごい綺麗なんですよ。ここまで100点の道を通ってると。で、そこから、ここですよね。もう全部多分ピアノの音が鳴ってないところでも、ピアノのその音と音のポーンって鳴ってる音とポーンって鳴ってる音のこの空間すらも、聞いてるっていうところで動いて、ポーンっていう音とともに左手が出てくる。さらに、ここの美しさ。このね、左手を大きく開いてるところがポイント。これがやばいんですよ。ということでですね。19秒、これがやばいでございまして、何がやばいかと言いますと、もう、ちょっと待ってと思ったんですよ。ここってピアノタララララララで多分足で踏んでるペダルを一旦、踏み外す、足を離したのかなっていうところで、音がタラララララララ、パラランっていうね、っていう風にちょっと音が閉まるんですよ。閉まったところに対してスッっていう風に取っていく時のその質感の出し方。この瞬間ですね。にプラスそこから手を上げてくる時のこの手の形含めてパーフェクト。ここか。上げていくところ。軌道がえぐいんですよ。ここから、ふっバナナナッツ。すごい、これゼロにはならない。ふっじゃなくて、ふっで動き続けて、その軌道からまた音に戻っていくっていう、この、っていう表現の仕方がえげつないのなんので、その時のひっついてくる表情も。ここ、真正面見てるんですよ。なので、ふっじゃないんですよ。ここでふーん、ふっていう、ここ、目線残した状態で、ここだけ質感変えて、それを今度は、見ていくっていう、えぐい。こんなこと普通できないからっていうぐらいパーフェクトなの。もうすごいですよ。もうここの部分だけで、本当に1日語れちゃうぐらい本当にすごいことをしてるんですけど、次に行きたいと思います。で、23秒ですね。アンチ 9.8 メートル毎秒ということで、これって自由落下運動ってやつですね。物がスーンって落ちていくっていうところに対して、ヒスン君がそこに抗うというところでございまして、ちょっと見ていただきましょう。
の右手なんだよ。この右手なんですよ。ズズズズって言ってから頭に手を置いて、それがこう落ちていく速度が、物が落ちていく速度ではないと。自分でコントロールして、多分重力のバランスを多分ここで変えてるんですね。なので、自由落下運動ではならない、ヒスン君の中のこのエリアだけで存在する重力が働いて、そこに対して手がこうゆっくり落ちていくっていう、この落ちていきながらここに着地するんですね。みんなの元に、もう帰っていくっていうところに、ジャストで合う。この右手を注目。マーベラス。こんなこと、本当に素晴らしいですよ。ここまでだから全部計算し尽くされてるというか、もうちゃんと練習を積み重ねて何度もやった結果、ここに行き着いてるっていうものです。これは完全に。感覚だとちょっと、タイミングが遅れたりとかすると思うんですけど、ここまで作り込まれてる芸術品なかなかないんですよっていうぐらい素晴らしいなってちょっと思っちゃって。で、からの26秒の決まったと、この2秒後。決まったこれはね、ちょっと本当に僕初めて見た時に、うわーってなっちゃったから鳥肌が立っちゃって、これはね、やばい。うわー、やばい、ちょっと本当に。この目と手の形ですね。手が完全にバチッと決まった状態ではなくて、ちょっとこう開いた状態で、この90度からのこの128度、90度からの128、すごすぎる。本当にね、ガーンっていうそのピアノを最後叩きつけるじゃないですけども、この美しいメロディー、ここで終わりっていう感じですよね。感情が変わってるんですよ、ここで。っていうところに対してのゴーンっていう、この落ちてくところのアクセントもそうだし、そこに対して手が出てくるところ、全部がもうパーフェクトで、それを見る目もパーフェクトっていうところで、決まり。これでね、フェイクラブ、これ持ってったなってちょっと思ったんですよ。最後まで見ていくこのグーンっていう本当に素晴らしい。でからのこのフェイクラブですよね。人が変わるんですよ。一番最初のその儚い感じ、僕はって言ってた人からグーンってなって、これですよ。もうストーリーテリングがすごいと。からのですね、37秒かな。これがフェイクラブというところで見ていきましょう。これがフェイクラブです。目元を覆うこの手の形の美しさと、ここのね、顔の上げ方と、このちょっと口元が見える感じ。このフェイクラブ。これがフェイクラブだと思ったんです。本当に表情の使い方が上手すぎて、で、ここら辺のアクセントを取る時の強さもですね、ヒットもすごく強いので、もうね、何も言うことがないんじゃないかなって本当に思うぐらいですよ。からの47秒ですね、歌が上手いということで、出てくる時の出方がいいですね、ここ、本当に。このちょっとね、ソンフン君の肩に持たれる感じ。この歩いてき方、歌の上手さ、そしてこのビジュアルの強さ。もう全てがここに詰まってます。オールインワンジェルっていう感じですね。もうこれ一本でどんな化粧水もパーフェクトっていう。すごいよね。からの1分14秒のこの戻り方ということで、さりげないところではあるんですけど、踊ってる時、タランタタンドン、タランタランドンっていう風に強めにアクセントを取ってった、その強さ、重たさからのっていうところ。今のところでちょっとポーンって上がってタラッタラっていう風に踊っていくんですよ。ドゥルッドゥドゥドンタラッタラドンタラッタっていう風にちょっとここで軽やかさを出すっていうところのこの質感の切り替え方がすごくうまいなと思って絶妙なんですよ。重たすぎないタランタランドンタランタランドンランランランダランダランじゃないです。ここちょっとスンって戻るところなんですね。その後が結構軽く入っていくっていうところがあって、そこのね強弱の付け方がめちゃくちゃうまい。スンスンって戻るじゃないですか。ここら辺もねスポーンっていう風に通る美しい手の形まで美しい、からの1分25秒ムキムキにムキムキということでムキムキでございます。ここ出てく時も表情素晴らしい。でこのお腹、はいこれでございます。この表情とお腹というところでやっぱこのねお腹ちらりは王道でございますけれども、王道としてしっかりと、こう見せ切るというところもスキルかなというふうに思いますね。はい、からの1分33秒細かいけどショルダーですね。見ていきましょう。細かいショルダー、この
のショルダー。ここって、ジミンちゃんとか先頭になってこう踊ってるところ見ていただくとわかると思うんですけど、だいぶグッて入れるんですけど、この入れ方がここまで入るんですね。っていう、このえげつなさ。すごい細かいんですけど、全部のパートに対してここまで持っていくんですよ。肩ここまで入れるって、意識しないとできないんですよ。入ってやったら多分このぐらいだと思うんです。普通に踊ろうとしたらこれぐらいなんですけど、意識でもっと奥に入れようとするからグッて入るっていうところがあって、意識をして踊れてる。で、意識をして踊り続けた結果、無意識で出せてるのかなとも思うんですけど、多分でもね、ヒスン君でそのレベルの人だと思うので、そういう踊り方。ここもですよね。右だけじゃなくて左もしっかり入っていくっていうね、もう隙がないです、本当に。からの、53秒の表情ということで、この後かな。これフェイクラブとはこういうことかってね、だからもう胸掴まれるわけですよ、ここら辺でも。さらに、ここ、うわーっと、もう、フェイクラブからの、2分5秒ですかね。ヒットストップということで、ここスキルですけど、ここ、ふーんって切って、コンっていう風に軽くヒットで当てるという質感を使って、1個アクセントをコンって入れるのもうまいですね。細かいスキルを全部使えてるっていうところ、アイソレーションもそうですし、グルーブもそうですし、こういうヒットだったりとか、ストップ、あとはその速度ですよね。瞬発的に動かすところだったりとか。いやー、隙がない。本当に、全部パーフェクト、オールインワン。2分15秒のアクセントの強さ、この後。わかりますかね。ここら辺が結構わかりやすいところかなと思います。まず手をめちゃくちゃワイドにと。これもね、内側に入り気味になっちゃうところをちゃんと外に開くっていうところですね。外に開いてドンって取っただけでダーランタラン、ドンドンじゃなくてドンまで取るっていうところのその髪の揺らし方。ここら辺も重たさを見せるときにドンよりもドンっていうこのちょっと揺れを見せるっていうところが結構ポイントになってくるんですけれども、うまい。これができるからうまいんです、ヒスン君は。頭がちょっとバウンっていう風にバウンドする感じですよね。重たいじゃないですか。フェイクラブってね、すごく重たい曲なんでございますよね。やっぱね、こういうところから伝わってきますと。からの49秒ラストになりますけれどもね、これが1位というところでございますね。ちょっと汗がほとばしる感じも素晴らしい。これが1位の方でございますということで、パフォーマンスをね、見れば見るほどですね、ファンカムでいろんな方たちやっぱ見ていきますけど、ヒスン君ほどこう、抜かりなく踊れてる人ってね、やっぱ少ないんですよ。その中で見えてくるのは、個人的にですけど、むちゃくちゃ、多分センスもあるんですけど、センスだけで来た人じゃないっていうところが見えてくるのがここで、やっぱりその TXT っていうチームでのデビューを逃してしまったという経験があるだけに、もう今回に全てをかけてるっていうところがあって、むちゃくちゃこう開き直ったパフォーマンスをしていると思うんですよ。もう自分を出すしかないんだっていう背水の陣みたいな思いで取り組まれてるんじゃないかなっていうところもあって、それが功を奏して全部さらけ出してるっていうところで、自分が自分としてヒスン君の中で感じたもの、フェイクラブってこうだって僕の中のフェイクラブっていうものを作り出したんじゃないかなっていうふうに思っていて、そのぐらいシーズン1から見ていて、成長っていうんですかね。ヒスン君の中では多分その心のあり方、変わり方みたいなところが見えてきていると。で、やっぱり、ケイ君だったりとか、ニキ君だったりとか、他のメンバーもそうですけど、ダンスの上手いメンバーの人たちと一緒にこう生活して、こう切磋琢磨していくっていう中で、多分ヒスン君の中でも気づきだったりとか、もっとこういう風にしたらいいんだとかっていう学びがあると思うんですよね。そこら辺が、すごく感じ取れるパフォーマンスだなっていう風に思いました。誰かと競争してやるっていうよりかは、誰かを見て吸収して、もう自分の中で、あの頃デビューできなかった自分よりももっとさらに上をっていうような考え方なんじゃないかなっていう風にちょっと思いますね。戦ってる相手が多分自分なんですよ、ヒスン君って。なので、すごくそのパフォーマンスに対する意気込みだったりとかっていうものを存分に出せてるんじゃないかなと思って、多分だから後悔してないと思うんです、このパフォーマンスで。本当に俺はやりきったって多分胸張って言えるパフォーマンスなんじゃないかなってね。わかんない。もしかしたらもっと上を目指してるかもしれないんですけど、僕の中では本当に素晴らしいなって思いました。アイランドのパフォーマンスを今まで見てきた中で多分一番いいなっていう風に
個人的にちょっと思っちゃいました。そのぐらい胸を打たれるここら辺、入りから。すごいです。本当にすごいなというところで、絶対にね、デビューする方だと思いますし、間違いなくそのアイランドからデビューするグループのリーダーをね、務めるんじゃないかな。あとはその精神的なサポートもできる方ですし、もちろんスキル的なテクニカルなものでもサポートができるっていうことで、間違いなく必要な人材だと思うので、ぜひ皆さん、ひすんくんの方もよろしくお願いいたしますというところでございます。はい、見ていただきましたけども、いかがでしたでしょうか？リクエストや質問などありましたら、下の方からお願いします。チャンネル登録まだの方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。よいしょ。